図書館行きますとね、高齢者がたくさんいるんですわ。これ新聞見てるんですね。新聞見てるのか寝とるのかよくわからんです。である日、知り合いがいたもんですから「何しとんの?」ってこう聞いたんですね。実はね、うちにいるとかみさんが粗細ゴミ扱いだわっていうことは現場から逃げとるってことなんですね。なんかつまらんですね。もっともっと高齢者が社会に向けて、少しでも社会に役に立つことをいろいろしたいですね。で今の社会って非常にですね、高齢者を大事にしてくれて施設はあるし、言うことはないと思うんです。そういうサービスを受け取るのが当たり前になっちゃったんですね。当たり前に感謝はできないです、なかなか。そういったことで、何らかの形でそういうサービスを受けた時に社会に対して、どうお返しをしていくかと考えないと高齢者の集まりばっかりになっちゃうんですね。そういうことを考えるともっともっと地域にやれることはあると思うんですね。自分で今までいろんな経験してみえた方ばかりですので、その経験を生かして社会に貢献できたらというふうに常々思っております。中にはね、この社会活動に入っていくと俺こんなことやっとるって胸張っちゃう人が見えるんですね。自慢なんですわ。自慢があんまりするとみっともないですので、自慢をせずに自然体で、特別なことやってるわけじゃないです。自然体で、活動したいですね。ちょっとここで私のことをお話しします。昭和10年安城で生まれ安城で育ちました。今年ね80なんですわ。80が活動の終点じゃないですので、やっぱり自分の生きられることを道を考えて、これから行きたいですね。でね、10歳の時に三河地震を経験した人はおられると思いますが、三河地震を10歳の時経験しております。これが冬の寒い日にね、真っ暗闇なんですわ。大体電気はそうたくさんあったわけじゃないですけど、暗闇の中で父親が外に出ろっていう合図のもとに出ようと思っても飛ばあかんですね。敷居が外れちゃって。でそんな苦い経験をしております。三河地震が終わって8月に終戦なんですね。で終戦の時は、一応戦争は終止打たれたんですけど、戦争の時でまた大変なんですわ。物資がなくて物がない、お金がないで、終戦は大変な時期を子供心に覚えております。貧乏でそんな時代を過ぎて中学の2年生ぐらいだったら記憶してますけど、通学路のね町工場があるんですわ。鉄工場に、皆さん旋盤っていう機械を見られたことありますかね。これですね。材料を固定して回転させて刃物で
削るんです。で思うものを作るんですね。これがねもう何か知らないけど好きでね、こうやって窓越しにその町工場をずっと見とった記憶があります。それが不思議で仕方なかったですね。鉄で鉄を削る、鉄の上を鉄が走る、これがもう本当に不思議でならなかったわけです。でまたこうやってる人がかっこよくてね、もう掘り込んじゃっておったんですけど、大人になったら千番箱になるってそこで決めちゃったんです、中学2年の時に。で中学を出て地元の電動工具メーカーに入社しました。また入社した時に大体生意気さね、僕千番がやりたいって言って面接官に行っちゃったんです。こんな中学生の若造が今からお世話になる会社の上司に向かって自分の気持ちを伝えようっていうことをしたってことは大体無茶な話なんですわ。だけど結果千番の職場に配属されました。それが最初なんですね。これから20年ほど経つとね、また不思議でね、これが思うものが思うように加工できちゃうんです。これもその特別な教育を受けることなしに先輩の後ろ姿で技術を盗んでもう自分のものにした経験があります。当時は非常に先輩後輩の上下関係が非常にうるさくて、嫌な雰囲気なんですけど、もう嫌だって言っとるんですね。もう自分で努力しかないと思って、真剣に取り組んだんです。本当に厳しかったですね。だけどね、また楽しいんですわ。自分の思ったものが思うように加工できちゃうんですから。そんな時期であったわけですけども、退職して、地元へ帰るんですね。でそのままじっとしとりゃじっとしとって終わりなんです。その時にあるきっかけで防災活動に参加するようになりました。で10歳の頃に体験した三河地震のことを思い出して皆さんに防災の啓発活動をずっとやっとったんですけども、案外ね東北の話だと神戸の話になっちゃうんですね。安城安泰ですわ。そういうことで東海地震が間もなく来るということは皆さんご存知ですね。そういった中でもなかなか真剣に、取り組めなかったんです。地震が来る来ると言って、いろいろ騒いでるけど来へんじゃんとこう来るわけですね。で地震が来てからじゃ遅いんですわ、訓練っていうのは。そういうことをしっかり踏まえて、いきたいなということで啓発活動を今も続けてるんですけど、ほんの仲間がねある日ね突然ですよ、こんなものがあるでいいねって言ったのが結果としてこれなんですわ。で僕は「オンできるよ」ってまた簡単に言っちゃうんですね。だいたい人がいいんですもんね簡単に答えてから大体ね簡単に答えるって言ったら後で悩むんですわ。あんなこと言うではなかった。僕は全然悩まんですね。ちょっとここの関係もあるけどねでそこの時に「できるよ」って言った時にもうすでにアイデアをもう具現化してしまうという回転があったんですね。こういう状態ならできるよっていうことで、返事をしたわけですけども、これですね。
これが本体の心臓部なんです。でここに4箇所に後球を設置して、電動ドリルでベルトを回してプリオにこますと、これとプリは変身量が20ミリの変身量で同期したんですね。同期しないとどっかでロックしちゃいますから、同期するように、作りましたこれも全然悩んだことはないです。でなぜ高級にしたかというと、大体動くものは抵抗があるんですね。摩擦抵抗が。摩擦抵抗を極限まで下げないとモーターに負担がきちゃうんですね。で今この上に人が乗る台をこう乗せるわけですね。で揺らすんです。揺らすのもその振幅っていうのがあるんですね。揺れる距離で、距離は40ミリの振幅で1秒間に3回揺らす。これが振動、一般に聞く振動5なんですね。大型の剣にも今2台あるんですけど、対決装置のトラックはこれが県に2台しかないです。借りたくてもなかなか順番来ないですね。で順番が来ないのもないものねだり人っていうのしょんないんで、じゃあ作ろうということで、スタートしたわけですけども、これが3000万ですわ。で僕が開発したこれもね40万です。こういうことで100倍の差があるわけですけど、機能は円弧ですので XY 動く装置とはちょっと違いますけど、動きが震度、6強まで出ます。三河地震の起きた震度6強まで出すことができます。でこういったアイデアを即イメージしてできるよっていうのを45年間ものづくりに没頭してきたことが非常に、参考になっているかなというふうに、思っております。今はね、今ですよ、退職すると時間があるんですわ。時間が、金がないですよ。時間があるんですね。ボランティア活動もずっとしておるんですけど、お金を使うばっかりがボランティアなんですね。だってお金がなくても工夫一つでこういった体験装置ができるっていうことを皆さんにちょっと紹介しながら実際に動かしています。この中で体験した人、機械がね、女性を好むんですわ。どうぞ一回体験してみてください。今後使うイメージ机の下に邪魔ですね。これで来るですよ。何回取ろうかずっと。最後は彼はね、ちょっとスピードでやるんですわ。はい、どうもありがとうございます。ちょっと簡
想を聞いてます。楽しかったか怖かったかどっちですか？両方ね。大体ね、中学生も400人以上体験してるんですけど、怖かった人はね、1割ないですね。楽しかった。これは中学生、こういう遊具だと100円いらなきゃいかんですもん。楽しく、我々の本来の体験っていうのは、楽しんで、あの時にこんなことで楽しんだってことを頭に残ってますから、自分の体で覚えちゃってますから、そういうのを思い起こして地域の防災活動に、極力こう参加をしていただきたいと思っております。で、今乗っていただいた方にも半々だよって言われたんですけど、震度6強っていうのは大変なんですね。震度6強で家庭で起きた時に、特にご婦人の方はガスを使ってますので、その辺も考慮しながらこれから防災活動にちょっと目を向けていただくとありがたいなと思っております。私は特別なことはやれませんけど、今まで培ってきた経験を少しでも地域に役に立ってもらいたいということで、こういった啓発活動をやってきたんですし、今後も続けていきたいと思っております。で、無理しなくていいんですよ。自然体で世の中に役に立つことを高齢者が一人ずつが一点やればね、俺は日本は高齢者が施設で恩恵を受けるよりもよほどお金がかからんでいいと思うんですね。こうやって見ると退職して時がね、なんか自分の人生の分岐点じゃないのかなってことを常々思っております。これが分岐点っていうのは社会に役立つのか、日向ぼっこで丹前着ておったらいいのかっていう部分ですね。これを作った時に感じました。皆さん今までお話しした中でこういう生き方をしている80のおじいが兄よりいるよっていうことですので、こういうことを含めて皆さんいかがですかね。やっぱり若さには勝てんですね。なんか皆さんが持ち上げていただいて今日終わることができました。どうもありがとうございました。